今日はいちごムースを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はいちごムースを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、いちごがたっぷり入ったふわふわで美味しいムースを作っていきます。いちごたっぷりなふわふわムースの上にさらにいちごがたっぷりのいちごゼリーを乗せていきたいと思います。作り方は混ぜて冷やすだけなのですごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにいちごムースの材料をご紹介します。材料はこちらです。いちご、生クリーム、グラニュー糖、練乳、レモン汁、粉ゼラチン、お湯。いちごムースはこちらの材料で作っていきます。今回ね、フレッシュのタイプを使っていきますが、こちら冷凍のいちごを使っていただいても OK です。そして今回甘みに練乳を加えています。この練乳を加えることで少しミルク感が加わった美味しいいちごムースに仕上がります。で、もしね、練乳がない場合はグラニュー糖を 40g にして作ってください。そしてムースの上に乗せるいちごゼリーの材料をご紹介します。材料はこちらです。お水、いちご、グラニュー糖、レモン汁、粉ゼラチン、いちごゼリーはこちらの材料で作っていきます。いちごの量に関しましては大きさによっても適正な量が変わってくると思いますので、こちらは調整してください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。ではまずはじめにムースから作っていきます。まず一番はじめに生クリームを泡立てていきます。ボウルに生クリーム、そしてグラニュー糖、あとは練乳を加えます。で、通常ね、生クリームを泡立てるときは氷水に当てたりするんですけれども、今回ね、生クリームをあんまり冷たくしすぎるとゼラチンと混ぜた時にゼラチンのつぶつぶが出てきてしまう時がありますので、生クリームはボウルに当てずに泡立てていきます。どうしてもね、ちょっと泡立ちにくいなという時は少しね、氷水に当てていただいても OK です。ではこのままね、だいたい7分立てぐらいまで泡立てていきます。はい、このぐらいピンと角が立つぐらいまで泡立てましょう。生クリームの準備はこれで OK です。続いていちごです。こちらのいちごのヘタを切り落としていきます。で、いちごはね、今の時期こうやってね、形が悪いものとかもあるので、こういった形が悪いものはムースに使っていただいて、形のいいものはね、ゼリーの方に使っていただくといいかなと思います。はい、OK です。このようにヘタを切り落としてください。そしたらこちらのいちごをボウルに移します。それでは今からこちらのいちごをペースト状にしていきます。で、ペースト状にするときはミキサーだったりとか、あとはね、こういったハンドブレンダーを使っていただくととても楽ちんだと思います。で、もしね、こういったものがない場合は一度電子レンジで軽くいちごを温めていただいて、少しいちごを柔らかくしてフォークで潰して作ってみてください。で、私はね、今回ハンドブレンダーを使っていきます。ではここにレモン汁を入れて、そしてペースト状にしていきます。はい、OK です。このように綺麗なペースト状にしてください。まだね、種のつぶつぶなど残っていますので、こちらを一度茶こしでこします。で、もしいちごの果肉などを残したい場合はそのまま使っていただいて OK です。それでは茶こしでこします。はい、このようにこしました。で、今の状態でだいたい 150ml 前後になるように作ってください。もしね、足りない時は少しいちごを増やしていただくか、少なくてもね、120とか130ぐらいあればいいかなと思います。そうしましたらこちらのいちごを一度電子レンジ 600W で1分加熱します。この後ね、ゼラチンを加えるんですけれども、いちごが冷たい状態でゼラチンと混ぜてしまうとゼラチンのつぶつぶが出てしまう時があります。なのでこちらを一度温めます。はい、温め終わりました。そうしましたらゼラチンを溶かしていきます。まず器に粉ゼラチン、そしてお湯を入れます。で、これをよく混ぜましょう。で、30秒ほど混ぜたら一度こちらを電子レンジ 600W で10秒加熱します。はい、加熱しました。そうしましたらもう一度よく混ぜましょう。はい、OK です。このように透明感が出てゼラチンのつぶつぶがなくなるまでしっかりと溶かしてください。ではこちらのいちごとゼラチンを混ぜていきます。混ぜる時の注意点なんですけれども、このまま直接入れるとたまにね、ゼラチンのつぶつぶが出てしまいますので、まずこちらのね、ゼラチンの方にいちごを入れます。大さじ2杯ぐらいですね。そしてなじませます。そしてきれいになじんだらこちらに戻し入れましょう。
そして混ぜます。で、このようにね、ゼラチンと混ぜていただくことで、ゼラチンがいちごに綺麗に溶け込みます。いちごの準備はこれで OK です。それではこの2つを合わせていきます。で、この時にですね、生クリームがね少しだれてたら軽くもう一度混ぜてからこちらのいちごと合わせるようにしてください。まずいちごの生地を生クリーム生地に3分の1ほど加えてください。そしてゴムベラでふわっと混ぜていきます。そしたらね、また半分加えます。だいたい3回ぐらいに分けて混ぜてください。で、残りのいちごを入れます。そして混ぜます。はい、このように綺麗に混ざれば OK です。それでは容器の中に入れていきます。だいたい6分目から7分目ぐらいまで入れていきます。はい、で入れたらね少しトントンします。はい、これで OK です。それでは残りも同じように容器に入れていきます。はい、容器に入れました。そうしましたら上にラップをしてください。はい、OK です。で、ちなみにね、今回は 200ml の容器で3つ分になります。これは容器の大きさとかね、あとは形によってもできる個数が変わってくると思うので、こちらは目安にしていただけたらと思います。ではこちらを冷蔵庫で2時間から3時間ほど冷やし固めます。続いてゼリーの部分を作っていきます。まずね、いちごを洗って水分を拭き取ってください。そしてヘタを切り落とします。そしてこちらのいちごは縦半分に切ります。ちっちゃいものの場合は切らずに使っていただいても OK です。それでは残りも同じように切っていきます。はい、いちごはこのように切っておいてください。で、このいちごに関しましては使う個数はね、いちごの大きさによって変わってくるので少しね多めに切っておいてください。いちごの準備はこれで OK です。それでは続いてゼラチンをふやかします。器に粉ゼラチン、そしてお水を加えます。これを混ぜましょう。はい、OK です。このようにね少しとろみがつくまで混ぜておいてください。こちらは使うまでこのまま置いておきます。では続いてゼリー部分を作っていきます。耐熱のボウルにお水、そしてグラニュー糖、あとはレモン汁を加えます。そしてこちらをよく混ぜましょう。そうしましたらこちらを電子レンジ 600W で1分温めます。はい、加熱しました。そしたらお砂糖が溶けるまでよく混ぜてください。はい、このようにお砂糖がきれいに溶ければ OK です。そうしましたらこちらふやかしておいたゼラチンを加えて溶かします。このまま入れましょう。でね、この先ほどのムースとゼラチンの加え方が違うんですけれども、このゼリーの場合はゼリー生地がもう温かいのでゼラチンをふやかした状態で入れてます。このように温かい生地に加えるときはゼラチンをふやかしていただければ完全にねゼラチンを溶かさなくても綺麗に溶かすことができます。じゃあこれをね混ぜましょう。このようにゼラチンがね綺麗に溶ければ OK です。そしたらですね、こちら人肌程度ぐらいになるまで一旦冷まします。はい、人肌程度まで冷ましました。それでは今からねムースの上に乗せていきたいと思います。こちらね先ほどのムースです。しっかりと冷やし固まってます。で、この中にいちごをね適当に乗せていきましょう。入れる量はねお好みで変えていただいて OK です。はい、こんな感じで盛りました。あとはこちらのねゼリーを中に入れていきます。はい、OK です。こんな感じに仕上がりました。ではね、残りも同じように仕上げていきます。はい、このように上にゼリーを乗せました。で、あとはね、こちらを3時間ほどしっかりと冷やし固めてください。はい、これでいちごのムースの完成です。こんな感じに仕上がりました。こちら下の層がいちごのムースで、そして上がいちごのゼリーになってます。こんな感じでいちごたっぷりで美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。美味しい。いちごの味がすっごく濃厚です。美味しい。で、このね上の生のいちごがとてもねみずみずしくて、このムースとすごく合いますね。ムースもねすごく柔らかくてかつふわふわです。はい、
ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のいちごムースのポイントです。まずですね、ムースに使ったいちごなんですけれども、今回は生のいちごを使いました。こちらは冷凍のいちごを使っていただいても大丈夫です。その時はですね、解凍してから使うようにしてください。そしていちごなんですけれども、今回私はハンドブレンダーを使いました。こちらをですね、ミキサーを使ったりとか、あとはフードプロセッサーを使っていただいても OK です。もし全部ないよっていう場合は、軽くいちごを温めて、少しね、いちごを柔らかくして、フォークで潰して使うようにしてください。で、フォークで潰す時はね、果肉までね、しっかり細かくすることができないと思いますので、その場合はですね、果肉も一緒に入れて作っていただいても美味しく召し上がっていただけると思います。今回私がやったみたいにフードプロセッサーなどでやった場合は、そのままね、こさずに使っていただいても大丈夫ですし、いちごの種とかを取り除きたい場合は、一度茶こしでこしていただくと、とても滑らかなムースに仕上げることができます。そして生クリームなんですけれども、生クリームはですね、今回ゼラチンと合わせるので、あまり冷たくしておくと、ゼラチンの混ざったいちごを加えた時に固まってしまう時があります。なのでね、キンキンに冷やしながら泡立てないようにだけしてください。で、どうしてもね、泡立ちが悪い時は、最初だけね、氷水に当てていただいて、その後氷水を外して、ふわっと泡立ててみてください。そしてですね、いちごとゼラチンを混ぜる時は、ピューレ状にしたいちごを少し温めてください。このいちごが冷たいと、ゼラチンを加えた後にゼラチンのつぶつぶが出てしまう時があります。だいたい温かいなというぐらいで大丈夫なので、少し温めてから混ぜるようにしてください。そしてこのいちごのピューレと生クリームを混ぜる時は、生クリームにね、いちごピューレをだいたい3回ぐらいに分けて加えるようにしてください。そうすることで混ぜやすくなり、かつふわっとした仕上がりにすることができます。そして上のゼリーについてのポイントです。上のゼリーに使うゼラチンはですね、お水であらかじめふやかしておいてください。というのもですね、ゼリーの液体自体はもう温かい状態で、その中にゼラチンを加えます。そういった場合は、ゼラチンをふやかすだけで綺麗に溶かすことができます。なんですけれども、これをね、そのまま入れてしまうと、つぶつぶになってしまいますので、必ずふやかしてから混ぜるようにしてください。そしてゼリーを流し込む時なんですけれども、ゼリーはですね、人肌程度に冷ましてから容器の中に入れるようにしてください。今回ね、上にたっぷりいちごを入れたんですけれども、この入れ方だったりとか、あとはいちごの切り方もお好みで変えていただいて大丈夫です。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。ふわふわでとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はいちごムースを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。